こんにちは、ひなです。今回は以前ツイッターで募集したご質問にお返事していこうと思ってます。お答えする都合上、要約させていただいたり、複数のご質問を一つにさせていただいたりしています。ご了承ください。それでは早速行ってみましょう。ミニトマトを栽培するには、プランターと露地、どっちがいい？これは育てやすい方でいいと思います。長く栽培するなら根っこを伸ばしやすい露地の方が良さそうです。でも水分や日照量をコントロールしやすいのはプランター。なのでお家の事情や自分のやりたいスタイル次第でいいんじゃないかと思います。トマトの苗は自分で育てているの？自分で種をまいて育てる方法もあるんですが、トマトやキュウリなど果菜類の苗はそれを育てる専門の会社もあったりします。千刈り農場では苗の状態で購入して畑に植えています。種をまいて苗を育てる時期に別の作業をしているのと、本職の人にお任せして確実に良い苗を植えたいというのが理由です。でも種をまいて芽が出て接ぎ木してというのも動画で紹介できたらいいなと思ってます。来年になっちゃうかもしれませんけど。VTuber になりたいので古文にしてよかろう。土の中にミミズがいるのといないの、どちらがいいの？ミミズがいることについてはプラスに捉える人が多いと思います。ミミズが土の中の成分を食べて良い肥料にしてくれるというのが理由です。ただミミズはモグラの餌にもなるので、モグラが植物の根っこを切りながら土の中を動き回るのが厄介です。またミミズが少ないのはもう土が十分に良い状態になっているからという考え方もあります。ミミズの多い少ないはあくまで一つの目安で、土が植物にとって良い状態になっているのが大切だと思います。美味しい作物がいっぱい取れればそれが正解だと思います。畑の防犯対策はどうしてる？あんまり喋るとその隙を突かれたりして。でもどこからでも畑の状態を確認できるようカメラやセンサーを設置して、異常があるとお知らせが来るようにしています。うちに泥棒に入るとバッチリ証拠が残るので、変な気を起こさないように。おすすめの液肥は？基本的に何でもいいと思うんですが、千刈り農場では正確に狙った分量の肥料を流せる専用のチューブを使っていて、それに合った肥料を使っています。液肥でトマトを栽培するときに気をつけないといけないのが、トマト専用の液肥として売られている肥料はあくまで補助的に使うものという点です。専用液肥には植物を育てるために一番大切な窒素成分が入っていないので、メインの肥料と合わせて使うようにしましょう。農場でよく見る生き物がいたら教えて。集落が近いのでよく飼い猫や野良猫がパトロールしてくれてます。畑だとヘビとかいっぱいいるんじゃないかと思われそうですけど、水はけがいい土地のせいかめったに見かけません。農家ならではのトマトの食べ方を教えて。これは何と言っても樹上完熟。出荷するトマトは輸送のことを考えて食べ頃より少し早めに収穫するんですが、自分で食べる分ならギリギリまで木にぶら下げておけます。まあわざと完熟させてるんじゃなくて、葉っぱの陰で気づかないうちに赤くなってるんですけど。ゼロからでも農業は始められる。土地もつても何もないところからでも農業を始めることはできます。技術の習得や就農後の経営をサポートする国の制度もありますので、市町村役場の農政課や都道府県の農林事務所などに相談してみると詳しい情報がわかると思います。全国統一で利用できる制度のほか、
自治体が独自に定めている就農支援の制度などもありますので、そういった条件も含めて場所や作物を選んでいくのもいいと思います。ただ、しっかりと計画を立てておくのはとても大事なので、プランはきっちり練って実行に移しましょう。原発事故の風評被害についてどう思う？原発事故の風評被害はとても残念です。ただ、食べ物の安全性について多くの人が考え始めるきっかけになったのも事実だと思います。そして考えるということはいろんな考え方があるということで、福島県産を避けようとする人を悪く言うことはないと思っています。もちろん安全や美味しさを伝えることはとても大切です。千狩り農場で栽培しているのも安全性が確認され、自信を持っておすすめできるトマトです。でも納得しないなんておかしいと考えを押し付けるのも大きな負担を強いることになってしまうと思います。人それぞれ何が大切かも、何を信じるかも、何に労力をかけたいかも違うと思いますので、それを尊重できたらと思います。さて、今回のお返事は以上です。たくさん質問していただいてありがとうございました。今回は動画でお答えするという企画だったのですが、いつでも何でも聞いていただけたらと思います。あんまり詳しくないことはお答えできないかもしれませんけど、また今回みたいに動画でお返事する回もやりたいと思ってます。今日はここまで。それでは。